なんだ、もう夜が明けたか。あこのやつが目覚める前に、ちっとそこらを散歩でもするかの。今朝もずいぶん冷え込んでおるの。この体、ゲームで遊ぶのには向いておるが、どうも寒さに弱くて困る。まあ、わらわが人間の体に宿るのは逆たぶりのことだからな。この体のひ弱さも懐かしいといえば懐かしいものよ。そう、わらわの魂を宿すことのできる器を持つ者はごく限られておる。そのようなものが猫入り家に現れるのは100年に一度。いや、もっと少ない。アコの前に藁を宿す器を持っていたのは確か、あれももうざっと180年前か。今思えばあやつも実に退屈そうな娘じゃったな。来る日も来る日も親の言いつけで境内の掃き掃除ばかりしておったわ。そのおかげで藁を見つけることができたのかもしれぬがな。しかしなんともぼーっとしたやつであった。幸運にもわらわの姿を目にしたというのに。あ、猫さんだ。かわいい。などと小声でぼそっとつぶやくだけで、またぼんやり掃き掃除などしておる。思い出したら腹が立ってきたぞ。まったくけしからん。わらわを何だと思っておるのだ。そなたたちが一体誰を祀っているのか分かっておらぬのか。と、当時のわらわも憤慨したものよ。その意味では、わらを見てすぐに幻の猫だと気づいたアコの方が里い娘だな。へへ、そやつはかなりぼーっとしたへんてこな娘だった。何をしていても上の空での。時々地面に木の枝で何か書き殴ったかと思えば、すぐほうきで吐いて消して、ひたすらぼんやりしておった。思えば真面目でキビキビした気質のものが多い猫入り家で、あの子はずいぶん変わり者だったなあ。わらわには分かっていたのよ。その娘がどうして上の空なのか、な。今のように寒い時期、毎年決まって訪れるある参拝者がいたのだ。旅人の男だった。男が境内に現れると、娘は建物の陰からその姿をこっそり盗み見ておった。ほうきを胸に抱きしめて、そのほうきが小さく震えるくらい緊張した様子でな。毎年毎年、建物の陰からそっと盗み見るだけ。たった一言、声をかけることすらせん。男が参拝を終えて帰っていくと、娘は途中まで後を追いかけていく。男が川べりで休憩を取ると、今度は木陰からじっと見守る。が、それだけだ。男は10日ばかりこの地に滞在して、またどこかへ流れていく。娘はまたぼんやりと境内を掃除する日々に戻る。まったくもって退屈な娘よの。その年も男は参拝に訪れ、娘は建物の陰からその姿を見ておった。例によって参拝を終えて去っていく男の後をこそこそ追いかけようとして、やめたようだった。その時のわらわはちょうど日向ぼっこをしておったんだが、娘は境内に引き返してくると、わらわの隣にストンと腰を下ろした。で泣き始めたのよ。声を殺してハラハラとな。もうせっかくいい気分で日向ぼっこをしておったのに、この娘は。そんなわらわの心の叫びはシャーという猫の声として漏れていたに違いない。猫さん。ようやくわらわの姿に気づいた娘は涙を拭かずにつぶやき始めた。猫さん、聞いてください。
私、どうしたらいいかわからないんです。できるならあのお方についていきたい。お供したい。でも、そんなことできるはずない。はあ、なるほど。つまりそなたはあの男と駆け落ちがしたいというわけじゃな。いえ、そういうわけでは。娘が驚いたようにわらを見る。今しゃべっ、幻の猫。はあ、気づくのが遅いわ。それにしてはあの男のことをそこまで思い詰めておったとは。はあ、そなたの望み、わらわが叶えてやってもよいぞ。言うが早いか、わらわは娘の体に乗り移った。この娘になら乗り移れると、ずいぶん前から分かっておったのでな。娘の体でいざ走り出してみて、あまりの足の遅さに衝撃を受けたりはしたが、とにかく走っていくと、男はまた川べりで休憩しておったので、無事に追いつくことができた。ぜいは言いながら追いかけてきた娘の姿を見て、男は驚いておったが、ある意味誠に驚いたのはわらわの方だった。なんせ改めて見るとその男、どう見てもよそじを過ぎておる。現代法に言えば、あれ。カレー船というやつ、かなぁと。とにもかくにも後には引けぬ。わらわは本人になりきって娘の願いを打ち明けた。どうか私をあなたの旅に連れて行ってください。とな。で、その男、なんて言ったと思う？やれやれお前さんは、弟子は取らんと言ったろうに。そういった男の手には筆と川の風景を写し取った美しい水墨画があった。要するに男は旅の絵師だったのだ。そして娘はかつて男に弟子入りを志願し、きっぱり断られておった。しかし娘は諦めきれなかった。どうしても男についていき、絵の修行をさせてほしかった。娘は来る年も男の様子を盗み見ては、弟子入りの祈願を伺っていたのよ。わらわはてっきり恋煩いかと思ったのだが、まったく面白い娘よ。男は数年越しに再び弟子入りを志願され、ついに断りきれなくなったようでな。そこまで言うなら仕方がない、弟子にしてやろうとな。それからの猫入り神社は上へ下への大騒ぎ。ぼんやりしていた末の娘がまさか旅の絵師を志していたとは誰も思うまい。母は大泣き、兄たちは開いた口が塞がらぬ。カンカンに怒った父は旅の絵師がこの地を去るまで娘を部屋に閉じ込めようとまでした。まあこれも乗りかかった船だ。わらわは父の夢枕に立って、あの子の好きにさせてやれとお告げを授けてやった。ここは猫入り神社だからな。わらわの言うことは絶対だ。こうして娘は修行の旅に出て行った。めでたしめでたし。結局あの娘の体には一度しか憑依しなかったの。わらわとしてはちいと遊び足りなかったわ。もう負けにあやつ、旅立つ前、わらわのところに来てこう言いよった。猫さん、ありがとうございました。猫さん。もう正体が分かっておるのだから、猫神様と呼ばぬか、この漬物が。おっと、昔のことを思い出して、ちいと長歩きしすぎたかの。やれ、こたつの中に避難だ、避難。
あったかいのう。まあ何にしろ人間は自分の好きなことをしておればよいのだ。あれ、あここたつの中で寝ちゃってた？はあ、さてと、今日はこれから何をしようかな。